さて今日はですね、ソニーから登場したこのね、61メガピクセルのフルサイズセンサー搭載の高級コンパクトカメラ RX1R Mark III のお話になります。こちら価格がね、実売約60万円となっていて、この数字をね、聞いた瞬間にいやいや高すぎるでしょと、誰が一体そんなカメラを買うんだって思った人もね、多いと思います。で実際にね、発売前から SNS でも結構賛否がこう飛び交っていたし、僕自身も発表時にはね、これね相当悩みました。ただね、それでも買っちゃったんですよね。で1週間ぐらい使ってみた結論を先に言うと、後悔はしてないです。でも万人におすすめできるかと聞かれると、それはね違うかなと。かなりね人を選ぶカメラかなというふうに思います。というわけで今日はこのカメラが実際にどういった立ち位置なのか、他の機種との比較や僕が1週間ほど使って感じた、実体験を交えながらねお話ししていきたいなというふうに思います。ではまずスペックから。センサーは α7R5 と同じソニー最高クラスの61メガピクセルフルサイズセンサーを搭載していて、さらに Beyond XR や AI プロセッシングユニットも搭載しています。重量は約 500g と軽量で、実際に持ち歩くとこれでフルサイズかとね、ほんとね感動するレベルです。ただその分ね、削られてる部分も多くて、このね背面モニターは固定式、手ブレ補正もないし防塵防滴にも非対応。動画機能は 4K30p までで、バッテリー持ちも公式では300枚と謳ってるんですけど、実際運用すると、そこまでいかないんじゃないかなと思うので、かなりね控えめな方かなと思います。そしてね、レンズは10年前のモデルと同じツアイスの 35mmF2 となっていて、 AF はね最新の GM と比べると若干遅めで、モーターの駆動音っていうのも正直聞こえてきます。両者もそこそこ色臭さが出て、今のねソニーらしからぬクラシカルな写りとなっていて、開放では全体的に少しねソフトな写りをしています。ただね、逆にこう柔らかい表現が好きという人にはハマるレンズかなと思うんですけど、正直ね好みは分かれる部分かなと思います。さらにリーフシャッターなので、開放時のシャッタースピードは2000分の1が上限で、内蔵 ND もないので、明るい日中で開放で撮影すると、簡単にね露出オーバーになります。ローで撮影するんなら調整は多少できるんですけど、 JPEG 派の人にとっては結構厳しい仕様かなと思います。ただ F5.6 まで絞れば4000分の1秒まで上げることはできるんですけど、それ以上は電子シャッター頼みになります。要するに最高のセンサーを軽量コンパクトなボディに詰め込んだけど、ボディ周りには結構な割り切りが多い、そんなねカメラになってます。じゃあそれで60万円の価値があるのかと、コスパで考えた時に頭をよぎるのがやっぱりね、兄弟機だったりライバル機の存在で、まずね同じセンサーや AI プロセッシングユニット、画像エンジンを搭載している α7R5 の実売が45万円で、こっちはねほとんど欠点らしい欠点がない万能機となっていて、そしてこの α7R5 の小型版である α7CR は37万円ほどで買えて、重量もね 515g と、こっちの RX1R Mark III との差はわずか 20g しかなくて、軽量なレンズをつければほとんどで持ち運びの感覚っていうのは、正直変わんないです。次に富士フィルムの X100VI、これは X100V ですけど、あっちと比べるとセンサーは APS-C ながら40メガピクセルで、ボディ内手ブレ補正や内蔵 ND も搭載していて、しかもレンズ込みの体積ベースで見れば RX1R3 よりもほんのねわずかながらこっちの方がね、コンパクトで、しかも価格もね半分程度となってます。もしね定価で買えればの話ですけどね。さらにコンパクトカメラというには少しちょっと大きい気もするんですけど、高画素という点においては GFX100RF もあります。あっちはねさらに高い、70万円ですけど、中盤で1億画素と、画素数においては圧倒的です。ただしレンズは F4 なので、ここは中盤とはいえちょっとね好みが分かれそうかなという部分ですね。そしてこれまた同じ61メガピクセルのフルサイズセンサーを搭載したライカ Q3、 こっちの価格は100万円ほどと、だいぶ上にはなってくるんですけど、ボディの質感だったりデザイン、あとその手触りから所有欲を満たしてくれるっていうのはやっぱり圧倒的に Q3 の方が上です。
これはね、本当机に置いてあるだけで満足感があるっていうのは、やっぱりね、ライカの強みかなというふうに感じました。こうしてスペックやコスパ、ブランド力で選ぶんなら、他のカメラを買った方がいいって思うのは、自然かなと思います。実際僕もね、おすすめの高画素カメラはと聞かれたら、最初にこの RX1R Mark III を上げるってことは絶対にしないですね。じゃあこのカメラ微妙なのかというと、一概にもそうとは言えず、RX1R Mark III が唯一無二なのはやっぱりね、61メガピクセルのフルサイズセンサーを 500g で持ち歩けるっていう点ですよ。これは数字だけ見てもピンとこないかもしれないんですけど、実際に使ってみると想像以上にインパクトがあります。例えば旅行とか街歩きの時に α7R5 のようなこういった大型ボディを持ち出すと、やっぱ目立つので気軽にねシャッターを切れないっていう場面ありますよね。でもこっちだったら、一回りも二回りも小さいサイズ感で同じクオリティの写真を気軽に撮れるっていう、これだけでもねやっぱり価値があると感じました。でもう一つ大きいのはクロップ機能ですよ。61メガピクセルあるので 35mm から 50mm、70mm 相当に切り替えても十分な画素数が残ります。50mm でも約29メガピクセル、70mm でも15メガピクセル残るので、SNS やウェブ用途はもちろん、プリントでもね困らない解像度です。レンズをね交換せずにまるで単焦点を3本持ち歩いているかのように撮れる、この快適さは他のねどのソニー機にもないやっぱり体験かなと思います。さらにね、風景写真では1枚撮っておけば後でいろんな構図に切り出せるっていう使い方もできて、広く切り取った1枚を SNS 用に望遠寄りにトリミングしても、十分シャープで見栄えのする写真になります。これは高画素機だからこそ実現できる非常にね贅沢な使い方かなというふうに思います。で僕も実際ねスナップで使ってみて制約がありながらも軽さと高画素、そしてこのクロップの実用性、この3つが同時に成立していて、なるほどこういう楽しさかとっていうふうにね納得しました。ただしこのね唯一無二の体験とはいえ、全く刺さらない人も正直いるとは思います。じゃあより具体的にねどんな人に向いているのか、僕なりにターゲット像っていうのを整理してみたので、そちらをお伝えしていく前にですね、ここで本日のスポンサーであるアートリストの紹介になります。動画クリエイターやカメラ系 YouTuber にはもはやね必須のサービスとなっているアートリストですが、音楽やサウンドエフェクト、モーショングラフィックス、ラットなど個人商用問わず自由に使えるサービスとなっていて、最近では生成 AI 機能がどんどん進化していて、オリジナルのナレーションや画像、動画の生成までできるようになっています。今すぐアートリストに登録。また画像生成も最近ね同時に3枚作れるようになったので、より効率的になって、動画生成のモデルもバージョン3となって、よりシネマチックでハイクオリティな映像を、プロンプト通りに作成できるようになりました。さらに生成された映像に合わせたサウンドっていうのも同時に生成できるようになったので、最大 4K で出力してそのままプロジェクトで使用できるクオリティになってるかなと思います。僕はどっちかというとクライアント案件で結構絵コンテ代わりに生成 AI の画像や動画を活用していて、しっかりね撮影前にイメージをすり合わせできるので、それはねすごく重宝してます。で料金もね手頃で、音楽やサウンドエフェクトだけなら年間契約月額換算約10ドル、全部入りのアートリスト MAX は月額約40ドルで使用することができて、概要欄のリンクからね登録すると最大2ヶ月無料期間がついてくるので、まだね使っていないという方はぜひ概要欄のリンクの方からチェックしてみてください。はい、というわけでね、以上が本日のスポンサーであるアートリストのご紹介でした。じゃあ話を戻してね、この RX1R Mark III が一体どんな人に刺さるのか、僕なりにちょっと考えてみると大きく4つのパターンが思い浮かびます。まず1つ目が、まさに僕のパターンなんですけど、すでにね α7R5 をメインで使っている人、この写りにはすごく満足しているんだけれども、もう少し小さく持ち歩きたい。でも α7CR だとさすがに一回り小さくなっただけっていうんでは今一つ買う理由にならなかった。そういう人にとってはこっちの RX1R Mark III は本当ね二回り小さいので、そのね差っていうのはかなりインパクトがあります。
しかも写りはね、非常に近いという安心感もあって、旅行や街歩きでもこの α7R5 を持ち出すのはしんどいけど、写りには妥協したくない、そんなシーンにはね、こいつは最高に使えるカメラかなというふうに思います。こっちの欠点とされる部分も、こっちで全てカバーできるので、そこは使い分けということで、むしろ、このサイズ小型さに振り切ってくれたことにもうむしろありがたみすらあるかなっていう感じではあります。で、2つ目はクロップ機能をやっぱりね、存分に使って楽しみたい人。例えばスナップをしていて、この距離感なら 35mm でちょうどいいんだけど、あと一歩寄りたいなと思ったら、その場でね、50mm に切り替えてシャッターを切れるし、もっと被写体を寄せたり、あとは背景を圧縮したいような場合でも、70mm 相当にして撮れる。これがボタン一つでできるんですよ。普通ならね、レンズを交換したり、ズームレンズを使ったりする場面で、開放 F2 の写りでその自由さを味わえるっていうのはね、本当にね、気持ちがいいです。スナップやポートレートどっちも撮るよっていう人にとっては、この軽快さとこの体験っていうのは、かなりね、刺さるんじゃないかなというふうに思います。で、3つ目は今ソニーユーザーじゃない人。例えばニコンとかキヤノンを使っている人で、フルサイズかつコンパクトなカメラが欲しいと思っても、やっぱりあんまりオプションがないのと、他のメーカーに行くときにレンズ交換式のカメラの場合、やっぱね、次のレンズっていうのも欲しくなって沼にはまるのが怖いと思うんですよ。その点、レンズ固定式でクロップ機能も活用できるということであれば、これ1台で完結するっていう安心感もあると思います。で、僕自身ね、ライカ Q3 を買った時にはまさにこの気持ちだったんですよ。システムを広げすぎないからこそ気軽に楽しめる、そういう風に考える人にとっては、このね RX1R3 は、ある意味で経済的なのかなとも思います。そして4つ目はね、やっぱりなんといっても登山とか旅行とか、あとは子連れのお散歩とかでとにかく軽さを優先したい人、できるだけ荷物を軽くしたい、でも写真は最高の画質で残したい、そういう状況ではこのね 500g のフルサイズの高画素機っていうのは本当に頼もしい存在かなと思います。例えば撮影時間が限られた登山の道中で撮る1枚とか、あとは死ぬ思いで登り切った山頂で撮った1枚を、家に帰ってからいろんなね構図で切り出して、いろんなバリエーションで SNS にアップする、そんな使い方は他のカメラではねなかなかできないかなというふうに思います。ということでね、つまりこのカメラは、誰にでもおすすめできる万能機ではなくて、このカメラの強みであるコンパクトさ、高画素っていうのでしか味わえない撮影体験だったり、あとは撮影以外の課題をそれで解決できる、そのことにおいて60万円を費やしても価値を見出せるっていう風な、ごくごく限られた一部の人に刺さるカメラなのかなという風にね思います。で、あとね、このライカ Q3 と比べたちょっと体験談も少し掘り下げてお話しすると、使いやすさっていう点においてはこっちの RX1R Mark III の方が圧倒的に上です。Q3 はモードダイヤルもないし、メニューとかプレビュー以外で機能が割り当てることができるボタンっていうのも4つしかないので、撮影中ほんとね頻繁にメニューに潜らなきゃいけないので、めちゃくちゃね使いづらいんですよ。その点こっちはね、ほんと機能が割り当てられるボタンっていうのも8つもあるし、すごくねこのコンパクトなボディながら直感的な操作っていうのが可能になってます。またね Q3 にもクロップ機能はあるんですけれども、クロップ範囲の枠がこのモニターに表示されるだけで、倍率を上げるとその範囲に何が映ってるかっていうのがもう全然見えなくて、正直ね使い物にならないんですよね。なのでそのブランドとかデザインではなく、実際に撮る時の使い勝手を重視するんだったら、こっちのね RX1R Mark III の方に軍配が上がるんじゃないかなというふうに思います。ただこいつにはね不満点もあって、先ほどお伝えした通り、スペック的に劣る部分はね、運用でカバーできるにしても、一番やっぱどうしても許せないのは背面モニターがね固定式になってしまったっていうこと。これがね前のモデルではチルト式だっただけに、なぜここを削ったんだっていうもう気持ちがどうしても拭えなくて、正直多少熱くなったとしてもそのチルト式のモニターを残してくれればよかったのにっていうやっぱりね気持ちがどうしてもあるんですよね。はい、というわけでまとめるとね、多くの人にとっては α7CR とかを選んだ方がやっぱりコスパ的にはいいと思います。
安いし機能も揃ってるし苦手なシチュエーションっていうのも少ないので後悔もやっぱり少ないと思うんですが、ただしこのねサイズ感にプラスで20万円以上払う価値を感じることができるという人にとってはやっぱりね唯一無二というのもまた間違いはないのかなというふうに思います。で僕自身はねカメラ関係のやっぱ仕事をしているのでお金持ちでは全くないんですけれども、普通の趣味の人に比べれば、若干こうカメラに費やせる予算っていうのはある。でも正直お散歩カメラに娘の食費分4年分を使ってしまったっていうね後ろ髪を引かれる気持ちっていうのはやっぱり買った後もあります。なのでそれを払拭するためにもねこのカメラで娘の成長を、最高の画質でいつどんな時でも残せるなら、それはねお金にこう変えられない価値かなというふうに思うので、そう自分に言い聞かせて、楽しんでいければなというふうに思います。はい、というわけでね本日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひね感想や、自分ならねこういう使い方をするっていう意見があればちょっとぜひコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。はい、というわけでそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。